鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回は、ご覧のように、おかしくなったデジタル液晶パネルの表示を、この通り、元の正常な状態に戻す方法をご紹介します。久しぶりに使おうと思った、キッチンタイマー。ご覧の通り、液晶表示されていません。どのボタンを押しても、無反応です。このような状態で、まずやることは、電池ボックスの確認。おっと、電池端子に、6章が付着しています。大した腐食ではないので、ちょっとヤスリで削って掃除をします。もっとコテコテに6章が付着している場合、除去方法として、概要欄にリンクを貼り付けたので、必要に応じてご覧ください。端子が綺麗になったので、電池を元に戻してみます。スイッチがないので、電池を入れると、000って表示されると思うのですが、どうやら電池切れみたいです。新しい電池に交換します。液晶表示は戻りましたが、液晶が欠けて、数字になっていません。ピピッとなるので、タイマー作動はするみたいです。とりあえず、バラしてみます。接着剤ではなく、ネジ4個で止まっているだけみたいなので、簡単ですね。開きました。中の基板は、5個のネジで止まっています。これも外します。そーっと外すと、液晶パネルが出てきます。見た感じでは、悪いところは見つかりません。ちょっと、電池を入れて、液晶表示がどうなるか、確認してみます。なるほど、一瞬0が4つ揃うので、明らかに、接触不良ですね。液晶パネルの故障は、ほとんどの場合、接触不良です。そーっと外してみます。基板に直接くっついていた、ピンク色のゴム。これは、シリコーンゴムコネクターと呼ばれる、電極同士をつなげる導線です。そして、このガラス板が、液晶パネル。複数のセグメントに分かれており、端っこの方に、とっても薄いですが、電極がずらっと並んでいます。どうですか？見えますか？透明ガラス部分に、横断歩道のような、四角いしましまが、黒っぽい部分に電気が流れると、それにつながるセグメントの液晶の粒が整列して光を遮断し、黒く表示されます。そしてこれが、さっき外した、シリコーンゴムコネクタ。虫眼鏡では見えないですね。100倍顕微鏡で見てみると、こんな風になっています。シリコーンゴムは、基本的に電気を通さない、絶縁体です。しかし、細かい金属の粉を練り込むと、金属を介して電気を通します。ご覧の画面、黒い部分が金属を練り込んだ導電ゴムで、基板の端子と、液晶パネルの端子を、これで導通させています。こんな風に、導電ゴムを挟み込んで、電気を通します。当然、この間に異物が入ったり、衝撃や、ネジが緩んで隙間ができると、電気が流れず、液晶が欠けてしまいます。今回の故障は、強い衝撃が加わったか、気温の変化で膨張収縮が繰り返され、接点がわずかに離れたのかもしれません。汚れを除去するだけなので、揮発した時に、残差が残らない液体、アルコールや、蒸留水でもいけると思います。中性洗剤や、水道水とかを使ってしまうと、乾いた時に、カルシウムとかの固形物が絶縁体となってしまい、導通を妨げてしまいます。当然、空気中に浮遊しているホコリなんかも、端子の間に入り込むと、導通障害が起こります。でもまあ、そこまで精密な電子部品ではないので、丁寧に拭き取って、ゴミさえ入り込まなければ、ちゃんと導通されると思います。この、ガラス面の端子は、蒸着されているようですが、知識不足で強度がよくわかりません。なるべく力を入れずに、そーっと拭き取ります。画面上、結構力が入っているように見えますが、軽く、おっかなびっくり拭き取っています。どうだろう、こんなもんでいいかな？せっかくなので、押しボタンスイッチの端子部分も、軽く拭き取っておきます。はい、綺麗になりました。最後、押しボタンスイッチの、接点裏側。黒い部分は、導電ゴムです。
綿棒がちょっぴり黒くなります。これは、微細金属粉なので、あまりゴシゴシやると、導通しなくなるので注意が必要です。こんなもんでいいか。押しボタンの原理を、ちょこっとだけ説明すると。オレンジ色の、ぐにゃぐにゃした中華模様は、基板の地肌で、左右のエリアからフォークを突き合わせるように伸びている、銀色の細い部分が、剥き出しになった電極です。この模様全体を、黒い導電ゴムで押し付けると、左右のエリアが導通するという仕組みです。さあ、組み立てます。液晶パネルをセットして、ガイドに沿って導電ゴムをはめ込み、基板がずれないように慎重に合わせます。位置が決まったら、導電ゴムと電極が密着するように、しっかりとネジを締め込みます。ここが緩いと、ちょっとの振動で、また液晶が欠けてしまいます。あとは、カバーを取り付けて、電池をセットして完了。さあどうか、治ったかな？よしよし、0が4つ、表示は OK です。予想通り、導電ゴムの接触不良が原因でした。さて、作動はどうでしょうか？2秒にセット。リセット。3秒にセット。修理完了です。捨ててしまわないで、よかったです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。